はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常です。はい、本日はサウジアラビア王国の首都リヤドにあるリヤドキングハーリド国際空港に来ております。今回の搭乗機に関してはリヤド発カイロ行きのエコノミークラスになります。はい、約2時間前にですね JFK からサウジアのフライトでリヤドに到着いたしまして、これからまたサウジアに乗ってエジプトのカイロに向かいます。カイロまではさらに2時間のフライトなので、11時間のフライトでリヤドに到着して、そこから2時間半ぐらいの乗り継ぎ、それからエジプトのカイロに向かいます。このリヤドの空港がめちゃめちゃ綺麗で、ご覧いただけるようになんかすごい新しい建物でデザインも凝ってて、なんか天井も高くてすごい綺麗なんですよね。なんかやっぱりサウジアラビアが例えばドバイとかカタール、中東系の、いわゆる空港ハブみたいなのを目指している感じが結構伝わってくるんですよね。ただそれと同時にちょっと国際空港、特にね乗り継ぎ客を多く呼び寄せるための、施設が整っていないなっていう感じも若干ありまして、例えば乗り継ぎの際の、乗り継ぎのエリアがすごい小さくて、一応セキュリティ通るんですけれども、めちゃめちゃ長蛇の列になってたんですよね。なんでかというと、もう乗り継ぎの便の人がいっぱい来て、なんか全然なんかオペレーションが整ってなくてちょっと残念だなっていうところもあって、あとは Wi-Fi 使うためになんかわざわざ機械に向かってなんかパスポートを読み込んで、ちょっとなんかチケットみたいなのもらって、そこにパスワードが書いてあるっていうシステムなんですね。でなんでかっていうと、多分これはねアイデンティティ、我々の場合はパスポートを読み込んでパスワードをもらったので、この国でインターネットを使う時に、誰がこのインターネットを使ってるのかっていうのがねすぐに分かるようになってるんですね。若干怖いですよね。で簡単にインターネットに接続できないとか、あとは乗り継ぎがちょっと動線が残念だったりとか、あとは充電できるスポットがあるんですけれども、そこがなんと国際基準になってないんですね。なので変換器がないと使えないとか、結構ね国際空港にしてはまだまだちょっと改善の余地はあるかなっていうふうに思いまして、見た目とか全体像はすごく綺麗で、新しくてすごく快適なのは問題ないんですけれども、やっぱり細かいところでまだまだその国際空港として発展できるところが多いんじゃないかなっていうのが個人的な感想です。普通にね乗り継ぎする以上は、そういう細かいところ以外は特に文句はなくて、もちろん英語も通じますし、クレジットカードも使えるし、食べ物もすごい多いので、その辺は特に心配ないので、もしね今後ねリヤドとかサウジアラビアで乗り継がれる予定の方、少し心配している方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、全く心配の必要のない、そんな空港になってます。今空港のこのゲートのところで待ってまして、あと20分30分ぐらいで搭乗が始まると思います。本日の便はね11時50分発カイロ行きでございます。本日我々が乗るリヤド発カイロ行きのエアバス330ダッシュ300型が今ちょうどゲートにやってきました。ターミナル感じとしては、この400番台に全部、サウディアの国際線が出発してて、300番台っていう別のウイングでサウディア以外のフライトが飛んでるって感じですね。フライナスっていうのは確かこれサウジアラビアの LCC だそうですね。であとはカタールとかターキッシュとかやっぱ中東系のエアラインがほとんどですね。こっちに関しては全てサウディアでも、便に関しても1日でねこれだけしかないんで、そんなに多くはないですよね。国際ハブになろうとしてる割には結構便数少ないなっていうイメージです。とにかくこのターミナル、大きさにしては人がめちゃめちゃ少なくてすごく静かです。びっくりするぐらい静か。フライト50分前にすでにボーディングが始まりまして、めちゃめちゃ人が飛行機に乗ってます。我々も急いで乗ります。
はい、もう離陸後すぐにね爆睡してしまいまして、ニューヨーク JFK からリヤド行きのフライトであんまり寝れなかったので、今ちょうどニューヨークは午前2時なので結構眠くて、Excuse me. Window shades open, please, for landing. Oh, sorry. Can we get the immigration papers? Immigration paper? Yeah, thank you. それでなんだっけな、ちょっと何を言ってたか忘れちゃったんだけど、そう寝れなくてちょっと爆睡しちゃったので、今回のフライト2時間なんですけれども、ほとんど寝てもうすぐねカイロに到着するところでございます。全体的なフライトは、ほとんどねJFK からリヤドに来た時の、フライトと変わらなくて、席の作りも全く別の機材なんですけれども、席は全く一緒だったので、詳しい席の紹介を見たい人はぜひねニューヨークからリヤド行きのビデオをご覧いただければと思うんですけれども、一つ思ったのがなんかすごくガヤガヤしてるんですよね、機内が。これはねエジプト人の国民性なんですかね。なんかすごいね機内がなんか終始ガヤガヤしてて、みんな動き回ってて、みんななんか喋ったりなんか叫んだりなんか泣いたりとか、なんかガヤガヤしてて、大人も子供もですね、ちょっとなんかこれエジプト行きのフライト特有なんじゃないかなと思い始めましたが、それ以外はサウジア自体はすごく良くて、ただエジプト行きのフライトの特徴がちょっとうるさいフライトなのかなっていうのを、ちょっと個人的に今感じているところでございます。入国前にこういったなんかエジプトの入国カードみたいなのをもらいましたが、これをね一応事前に機内で記入したいなというふうに思ってます。とにかくねニューヨークからリヤドが長旅だったので、今回のフライトはほとんど寝てしまったんであまり紹介するところはありません。一応ね機内食も出たんですけれども、もうニューヨークからリヤド行きのフライトで2回機内食食べてるので、今回の機内食はパスをしましてもう就寝いたしました。でも外の景色はすごく綺麗で、なんか本当エジプト北アフリカって感じの景色です。景色って言うと本当砂漠だけなんだけどね。もう一つね今回フライトで気づいた違う点としては、フットレストがついてないんですね、このエアバス330の機体では。ただそれ以外はほぼ同じ座席となっておりますので、そこの違いっていうのはあんまりないですね。もうあと10分ぐらいでカイロ到着なんじゃないでしょうか。今回はこんなルートでございました。リヤドからカイロまではフライト時間約2時間で、実はねフライトの到着自体はね2時45分のはずだったのが、今回アライバルが1時30分ってなってるので1時間以上早く到着する予定だったので、それは嬉しいですね。アエロフロートがありますね、あそこに。ロシア便ですかね。妻曰くなんかイスラエルと似てるそうです。確かにこの空港の感じとか大理石っていうんですかねの感じはすごいイスラエルに似てるなと思います。隣同士ですからね、文化も多少は似てるんでしょうね。もちろん最近の歴史で言うと、最近どころじゃないかもしれないけど、
かなりねもう難しい歴史ではありますけどね、イスラエルとエジプトに関しては。到着ターミナルすごく立派ですね。めちゃめちゃ大きいです。はい、カイロに到着しました。なんかすごいミザリーメアすごいタクシーのあれがうるさいけど、まあでもなんか無視してありがとうございますって言えばね、そんなに厄介でもないんで大丈夫です。はい、ということでね、マリオットメランハウスのお部屋に到着しました。このお部屋がねピラミッドビューのお部屋なので、ここの窓を開けてこうやって外に出ると、なんとすぐそこにはピラミッドがあるっていうね、結構最高のお部屋じゃないですか。びっくりしちゃうよね。多分あそこの部屋が一番いいんだろうね。こうベッドルームから見えるっていう。これはね一旦外に出ないと見えないので、ちょっとグレードが低いまあそれでもピラミッド見えるだけで十分なんですけど、まあ本当はねあそこが多分ねピラミッド直で見える。でここは半分から見えるみたいな、バルコニーに出てから見えるみたいな部屋になってます。はい、ということでね、今回のサウディアの搭乗機パート1とパート2がありました。パート1が JFK からリヤド行き、パート2がリヤドからカイロ行きの便でございました。無事ねカイロに到着して、今時刻がね4時半なんですけれども、飛行機でのね時刻がちょっと間違ってたようで、1時半到着ではなく2時半到着でした。空港のイミグレとか通ってホテルに到着したのが、4時23分なので約2時間で、ホテルのお部屋に到着したっていうようなタイムラインですね。なので今日はもう4時半なので、あんまりいろんなことできなさそうなのでホテルでゆっくりしようかなと思うんですけれども、明日からね早速エジプト観光に入りたいと思います。それでは今回の動画が面白いと思っていただけた方、このチャンネルの内容に興味がある方、飛行機ですね、あとアメリカの生活、旅行、街の紹介など様々な動画を作っておりますので、このチャンネルの内容に興味を持っていただけた方であったり、なんとなく面白そうだなと思っていただけた方は、ぜひこれを機会にチャンネル登録のご検討と高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは次の動画まで。バイバイ。